LINE で答える。でそれでできますっていうのはめちゃくちゃ需要があると思いますし、飲食でいうとグルメサイトからの送客にかかっているこのコストを削減をしたい。グルメサイトの中の検索で来てるんじゃなくて Google マップから来てるのに手数料払ってるじゃんみたいな。僕はもう本当にめちゃくちゃ魅力的と思っていて、がっつり提携したいです。フリーランスの人じゃなくても起業したての会社とか本当10万も欲しいみたいなところって多いんで、めちゃくちゃこれは熱量高いです。ほぼほぼ日本全国のグルメ系のアカウントとかにアプローチできるんで、いろんな事務所いっぱい監修してるんで、そこにお仕事として下ろすってことだったらできるかなっていう。200顧客にアタックプラス月で言ったら50商談とかをやってるから15件とか商談はできるんじゃないですかね。ホームページの光通信の部下1000人紹介とかせこい語れへん数の暴力すぎますよ。ちょっとこの誰よりも大きくなったりもするんだよ、こういう人が。めちゃくちゃあり得る。めちゃくちゃありますね。これからですね、コーポレートサイト作成サービスミニッツの紹介をさせていただきます。当社のサービス、コーポレートサイトの作成サービスなんですけれども、昨今ですね、会社を作った、お店を出したといったときに、例えば100万円、200万円でホームページを作る方っていうのはなかなかもういらっしゃらない。そのお金があるのであれば、SNS の運用だったり、広告の運用だったりにお金を使った方がいいよね、いうような、価値観が多いかなと思ってます。そんな中でですね、当社が作ったのは、積極的にコーポレートサイトや自社のホームページを作りたいと思ってない方向けのノーコードサービスを改めて作ったという内容になっています。特徴としてはLINE で質問に答えると作れるというような内容になっていて、なんでそんな内容になっているのかというと、多くの例えばその SaaS を作っている会社であったりといったところの方々はオフィスだったら自宅のパソコンの前で仕事されてると思うんですけど、多くの経営者や店舗オーナーの方っていうのはスマホを片手にですね、いろんなところを駆け回ってたりするといったところから、なかなかずっと PC 触ってるわけじゃない経営者のスタイルに合わせたサイトの作成サービスにしているといったところが特徴になっているところ。実際にですね、私が実体験としてホームページの面倒を見てほしいと言われる機会がすごく多いんですけれども、皆さんですね、LINE や Facebook メッセンジャーで画像やテキストを送ってこられる方が大半であるというところから、このサービスを思いついたというところ。このサービスすごく普通の一般のウェブ制作に比べれば非常に安い。で、それをどのようにマネタイズしていくのかといったところが、今後我々にとっては課題感だったりするんですけれども、この LINE のインターフェースが経営者とつながっているっていうことを我々の強みに持ってきて、プラスアルファの集客だったり採用だったりといったお悩みに対して何か答えられるようなサービスをアップセルの商材として作っていってですね、これから先このサービスのマネタイズといったところもしっかりしていきたいというようなところをマインドとして持っているというところでございます。LINE を使ったソフトウェア開発といったところを非常に得意としているので、海外国内などいろんなCMS と呼ばれるようなサービスがいっぱいありますけれども、なかなかスマートフォン、さらにチャットベースといったところは珍しいので、そこで差別化を図っていきたいといったところを考えている。PC 前提としているようないろんな仕組みとですね、LINE のインターフェースをつなげることで、例えばフリーとつなげば会社の資産的なですね、お金の情報がスマホで見れるだとか、顧客管理システムとつなげばエグゼクティブサバリーに近いようなレポートが見れるとか、最上位で意思決定する方に向けたサービスということで、ちょっと差別化をしていきたいと思っているところでございます。現状はどういったところを想定されてるんですか？今はですね、一人で法人を立てたばかり、副業で会社を立てたばかりといったところの方々をターゲットとしていて、これペライチとか Wix とか簡単に作れるサービスとかってめちゃくちゃあると思うんですけど、どこが強みになってくるんですかね。Wix さんであったりスタジオさんといったものは、作り手がどんなものが出来上がってほしいかっていうのが分かっている人を想定して作られている CMS なんですよ。我々がターゲットとしているのは、どんなのができたらいいかが分からない人に向けて作っているのがあって、Wix やスタジオで作られたコーポレートサイトで、すごくですね、グロテスクに残酷に作った本人のセンスを反映しちゃうんですよ。で、我々は質問の応答しかしない。デザインを我々が決めるし、世の中の潮流が変われば、例えばフラットデザインになるとか、色ってこういう色よりもこっちの色の方が最近流行るんだったら、もう容赦なく変えてしまいますと。そのことによって、作り手のセンスじゃなくて、一般の方が見たときにその情報を読み取りやすくするというところをポイントに置いて。Wix とかペライチとか操作は誰でもできるけど、成果物っていうのは全く変わってくるんで、LINE で答える。でそれでできますっていうのはめちゃくちゃ需要があると思いますし、ユーザー目線で見るとめちゃくちゃいいサービスだなって僕は聞いてて思いました。一方で月額980円、この単価でここで利益を取ろうとするなら絶対儲からないだろうっていうのが答えで、そもそも大元のサーバーとかの管理費で赤黒どうなのっていうところも疑問ですし、マーケティングに予算を使ったらもう許容 CPA が
1000円以下にしなきゃいけないんで、めちゃくちゃむずいなっていうところで、僕としてはもうそこに契約した人に税理士さんのところの契約を売り込んだりとか、営業リストの獲得みたいな感じで使って他のアップセルの手段を考えるしかないかなと思うんですけど、そこに関してなんか考えとかってあったりしますか？サーバー代に関しては1サイトあたりものすごく低いです。1000万人にこうプッシュのメッセージを飛ばして EC をするみたいな負荷が高いようなサービスの開発っていうのはこれまでずっと長く続けてきたところがあって、自社のノウハウがあるのでめちゃくちゃ低コストで運用する。これはもうできるので。1制約あたりにいくら払えるって今思います？有料で1万円。1年分くらい。LTV どれぐらいで考えられてますか？ 3年。3万6000円。LINE で送るだけでいいんで、やる側は何も操作しなくていい。で、送られてきた側は、なんかノーコードのなんかシステムの自動プロトコルみたいなのが組まれてる。全部そこはもう API で勝手にサイトを生成すると。文書の支援はチャット GPT 使うとか、画像も文言を入れればキーワードから画像が選ばれてくるとか。画像は御社がデザイナーで作ってる、それともフリー素材みたいななんか大きなプールがあって、海外の API とつなぎ込んで使えるものを使っている感じでございます。今、新規開拓ってどういう営業活動してるんですか？メタとインスタグラムの広告、LINE の友達登録までは1000円以下で獲得ができて、そこをじゃあ有料ユーザーにどうやって持っていくのっていうところは個別のコミュニケーションが必要。契約につながっているお客さんの業種ってどういう業種が多いんですか？コンサルティング業ですとか、お一人でやっぱ動かれていて、法人格がある。法人格をお持ちの方は法人の銀行口座が欲しいんですよね。その時に GMO 青空や楽天銀行の場合ですと、ホームページの URL が必須になってくるので、そこで使いたい。ここのマーケット取りたいなみたいなところってあるんですか？業種で。飲食店。はい。僕はこのサービスめちゃくちゃいいと思うんで、飲食店とかそういうマーケットでかいところにどうやって指していくかっていうのを考えるべきかなっていうふうに思ったってことです。今3年 LTV っておっしゃってましたけど、多分3年以内に儲かると思うんですよね。そうするとスイッチング起こる気がするんですけど、例えば飲食の話で言うと、お店一個一個単位のものでいくと、リクルートさんのサービスとかでもう事実上多分無料じゃないかと思うんですけど、そういうのものに載せてるままで終わっていたり、情報がほとんどないから結局グルメサイトにしかまとまった情報が載ってない。グルメサイト経由で予約が来ると、フィーが発生するからそれって高いけど、それやめるとお客さん来なくなるよねみたいな課題感を抱えてるっていう話結構聞くので。クラウド会計ソフトに下ろすとかできないんですか？もう一番最初に考えました。まだ我々のちょっと事例が少ない。逆に彼らはこういうサービス持ってないんですか？私がこういう会社だったらこのサービスやったらいいんじゃないかと思うのは、例えばウォンテッドリーさんとかリンクトインさんとか、ああいったところが COJP 提供するメールアドレス提供するよって言えば、我々はあんまりいらないよねとずっと思ってるんですけど。だからなんでないのかなっていうところが、あっちが作り出したら結構ピンチじゃないですか。ウォンテッドリーさんとかやり始めたらちょっと厳しいなという気持ちはあります。ない理由は多分シンプルに僕は儲からないからだと思ってて、儲けるっていう観点だとむずくて、唯一さっき言ったのがその他のところのリストとして活用してっていうのがあるんですけど、それもむずいのが、これ使ってる人ってお金ない人のリストなんですよね。月1000円とかで済ませたいですよっていう人のリストなんで、1リストあたりの単価って落ちちゃうんで、1万件とか10万件とかユーザー集めないとなかなか厳しいビジネスになるんじゃないかっていう、 Google とかがやらないとシビアなくらいの僕はハードなビジネス飛び込んでるんですけど、どうでしょう？この980円だけで会社全体の利益を賄おうみたいなことはもう最初から無理だという前提を持って、将来自社がそういった何かを作りたいときにそのステップを細かくしていきたい。無料でもいいから汎用のドメインでやりたい、独自ドメイン使いたい、ちょっと Google ビジネスプロフィール一回ちょっと整えたいとか、そこをちょっと階段をすごく細かく作っていくことによって引き上げていきたいっていう。理念はめちゃくちゃわかるし、すごい共感するんですけど、逆にやるメリット何があるのかなっていうところで、儲けたいだけだったら多分他の普通にホームページの制作の受託1件でも普通のを取ってくれば、このサービスを3年4年育ててやるよりも全然稼げると思うんですね。それをやらないで、この薄利多売のめっちゃチャレンジングなビジネスに参画するのは強い思いがあるのか、それとも見立てが甘かったのか、どっちなんでしょう？このビジネスの前身となるその LINE で作れるものではない、こちらが素材を送ってくれ、テキスト送ってくれたら作るよっていう内側のシステムとして作り込んでたんで、デザインシステム自体を。でそれをその LINE のインターフェースをくっつけて開放し始めたのが、最近の出来事というところで、こっちの方は単価が何十倍かするんですけど、普通にその利益が出るような体質で売れていってるけども、これっていつまでも続かないよねとも思っていて、じゃあ未来はどうなるだろうって自分が考えたものをちょっとプロダクトとして作って、うちも980円の方が見えるんですけ
ど、月9800円の方を売っていきたいそうこれからいうような話広めていこうだと思うので、そこ聞きたいですね。980円以上のところ何があるのかみたいなところ。飲食でいうとグルメサイトからの送客にかかっているこのコストを削減をしたい。でその Google マップで美味しそうなお店がホームページとクリックしたらグルメサイトに飛んじゃってるから、グルメサイトの中の検索で来てるんじゃなくて Google マップから来てるのに手数料払ってるじゃんみたいな。ホテルでしてもブッキングなんとかとかですね、いろいろなのがあるんですけれども、なるべくちょっと自社のところから予約してほしいんだよねみたいなことをなんか書いてるんですけど、肝心の情報が整ってないんで、写真だけ綺麗とかですぐ文字縦書きにするんですよ。見づらいんですよね。結局そこの情報が細かいところを見に行ってそこで予約するじゃん。手数料そこで発生してるじゃん。なんで情報の流度が自社のホームページの方が低いの？そこをまあ解決してあげて、自社からでも予約が入るようにしてあげるとか。そういうコンサルも売ってるんですか？飲食とかホテルの宿泊に関してのビジネスのプロフェッショナルではないといったところ、そういったプロフェッショナルの方のグルメサイト実はお金がかかっててみたいな話を聞いて、ベンチマークにしている宿泊サイトがなんか一言つぶやいたら全部自分のところで知りたいとか、ツールのシステムの部分は我々が支援する。でもこういうことをやったらいいよっていうそのビジネスの中核になるノウハウのところはどこかとのパートナーシップという関係性でやらないと多分我々では太刀打ちできないし、そこに旨味が生まれないので。この9800円のサービスの課題は今何なんですかね？月額980円のその上位プランを作ろうとしてる。まだない。そちらを売り込みたいということですね。サービス自体もあんま決まってない感じなんです。ローンチもしてないですし、企画も進行中というところ。構想もないってことですか？ Google ビジネスプロフィールの最適化、SNS の一括投稿であったり、口コミ書かれたら普通にメール届くんですけど、返信してないのが溜まってますよみたいなのをリマインドしてあげるとか、競合店の SNS だったりビジネスプロフィールの更新みたいなのを教えてあげるみたいな。それめっちゃいいんですけど、割合わなくないですか？結構工数かかる気がするんですけど、そこを全部、オートメーション。オートメーションで競合リサーチとかできますかね？リサーチまでいかないですよ。新しい投稿が来てるよっていうのを教えてあげるぐらいであれば、それはめちゃくちゃいいと思うんですよ。SNS の文脈のところだとどういうことができるんですか？投稿の手間を軽減する程度、中身が違うじゃないですか。X と Instagram と Facebook で。ただ我々はじゃあこんなプロンプトで考えた AI で作った文章がいいはないんですよ。そこがあるところと組めればみたいな。予約機能はあるんですか？今はなくて、飲食だったらトレタさんとかテーブルチェッカーさんみたいなところとかとつなぐのはいいのかなみたいなところで。980円と9800円、めちゃくちゃ話が変わってきて、意外と月1万ってなるとリスティング広告とかでもバーッとホームページ制作しますよ、月1万でずっと運用しますみたいなサービス意外と多いんですよ。9800円だと次は戦い方を結構考えなきゃいけない段階になっちゃって、金額感とかがなんか絶妙に厳しいライン狙ってるなっていうのが僕の感想で、980円のサービスのままでも3、4000円とかに僕はちょっと追加したら単価アップできると思ってて、間刻むことってどうですかね、選択肢として。もともと一番最初の階段部分を0980で刻んで考えてきたところなので、ただそのプランって大体3つが王道なので、ちょっとよく書いて9800円しちゃったのかもしれないんで、それ実際まだ9800円で出てるものって何もないので、まだちょっとそこの金額も完全に決めてるわけではない。9800円がめちゃくちゃ高いって言ってるわけではなく、9800円っていう絶妙な金額にするならむしろもっと豪華にして5万とか10万取った方が絶対いいなっていう、9800が微妙な価格だな。レッドオーシャンってことですよね。そうです、レッドオーシャンです。980円の利用してる方がアップグレードしてそっちに移動するっていうことがあるんですかね。これがインターフェースが全部 LINE のチャットなので、ボットと同じ立ち位置でこちらから会話ができるんですよ。どうも見たところ、あなたの Google マップグルメサイト言ってますけど、月どれくらいかかってます？いくらです？だったら9800円でもっと下がるんじゃないですかみたいな会話は可能だと思う。なんかそれだともう一段階欲しいなって思っちゃうんですよ。なんかその間、一気に上がりすぎかなっていう感じは、アップグレードにしてはちょっと高いかなっていうのはちょっと思ってしまったんですけど。飲食店だったら980円とか9800円って結構コスト安いんで、人件費かけれないじゃないですか、営業に。例えばインフルエンサーが案件で行くじゃないですか、グルメインフルエンサーとかが。その方たちに売ってもらうとかはやってじゃないですか。インフルエンサーが動画で取り上げますよって言ったら結構な確率で飲食店と最初のファーストコンタクト取れると思ってて、でも彼らも結構稼げてないんですよ。特にグルメ系のアカウントの人って無料でご飯食べれるぐらいがメリットとなってるんで、その人たちが営業するんだったらめっちゃ営業一気にボワッといけると思うんですよ。例えばじゃあもしそれが可能だとしたら1回制約あたりいくらぐらい払えそうですか？
束型で毎月だと払いやすいなとは思ってます。サブスクだから難しいってことですね。制約ベースよりは、例えば3年まで続いてる間は毎月毎月その分をいくらかお支払いしますの方が、我々としてはやりやすい、キャッシュのフローの問題で。売り方としては ASP に出向してそういうインフルエンサーの方にやってもらうみたいなのが望む形にできそうだなと思います。ペルソナ的にはお金ないっていうよりも高齢者ですか？最近ブログで取り上げていただいたんですけど、そこも700ブックマぐらいされてて、そこからも一気に人が来て、エンジニアでもデザイナーでもセンスがある人とない人がいて、ない人の場合だと本当に文字がただ並んでるだけみたいな、もう本当にすごい腕なんだけど、それでは多分金融機関お金借りないんじゃないかみたいなのができちゃってる人が、ちょっとこれするだけで法人口座がサクッと開設するのが良くないみたいなのは割とご理解いただけてる。ドライであるということも重要で、いや私はこのフォントがいいですとかこの色がいいですっていう人は我々のサービス使ってくれないんですよね。一番の強みはやっぱ LINE で簡単に作れて、かつある程度のデザインも担保されてるみたいな。もうちょっと値段上げちゃってもいいんじゃないですか。980円っていうほぼ利益にもならないような絶妙なお金を取るっていうのが何もいいことがない気がしちゃうんですよね。ネットバンク使うのに3300円取られるんですよ。980円でネットバンク作った方がいいじゃないみたいな。このチャンネル出たのめっちゃ賢い選択っすよね。いや間違いない。 LINE に写真とか投稿しただけで SNS の投稿ができると僕は思ってないんですよ。リールとか作れたりするんですか？技術検証含めてそこはやってない。できないですよね。営業したら一瞬で取れますから、100%。